しなかったですけど、おっと危ない。はい、皆さんこんにちは、腰痛マンでございます。本日はですね、こちら ZC33S 型の Swift スポーツのご紹介となります。こちらですね、文字通りですね、スズキの世界戦略車の Swift をスポーツ仕様に仕立てたものとなっております。ただもともとはラリー、JWR 仕様に仕立てられたスポーツモデルとなります。で、各台に4代目までスポーツが設定されて、で現行の5代目にはですね設定されていないので、こちらの4代目のスイフトスポーツが現状最後のスイフトスポーツとなっております。では今日はこちらの内外装、走行性能など見ていきたいと思います。ではスタート。ではスタイリング見ていきますかね。この辺は4代目スイフトと同じライトということで、2代目3代目に比べるとより有機的な形になったライトがついております。で、さらにですね、スイフトスポーツだとここの部分がですね、何でしょう、ブラックアウトされていて、グリルの中、グリルと一体化したような、ちょっとアウディっぽいといったらあれなんですけど、アウディっぽいバンパーとなっております。でこちらですね、ディフューザーがついてる、多分ディフューザーだと思うんですけど、ついてまして、空力部分を考えてるんだと思うんですが、ノーマルとは違うスポーティーなバンパーとなっております。はい、でサイドビューですね。でボディはですね、ラインがそんなに入ってないんですけども、抑揚のある形となってまして、なんでこの辺のラインから膨らんでまたすぼみ込んでいくという形となっておりますね。なのでこの辺も含めてやっぱり全体的に有機的な形だなっていうのがこの4代目は感じます。4代目の特色なんですけども、ここですね、ドアノブがピラーに入ってますということで、日産ジュークとかもともとはアルファかなからインスパイアされたようなデザインとなってまして、ちょっと正直使いにくいかな、ここでいいんじゃないかなというところはあるんですけども、3ドア風に見える形となってます。であと多分オプションだと思うんですけども、スポーツのステッカーが貼ってありますね。なんで黒黄色ということで、ミツバチ、スズメバチ、蜂みたいな印象のスタイルとなっております。はい、そしてリアですね。2代目は2代目のビッツにとっても似てたんですけども、3代目から結構変わった形となってですね、このタイプのトランクの取っ手になったのはおそらく3代目からだったと思うんですけど、これでスイフトっていう形が確立されたようなスタイルとなってますね。で、こちらスイフトスポーツだとですね、この下部分がブラックアウトされててカーボンっぽい模様になっております。でさらにマフラーは2本出しということで、音もなかなかボンボン言いますけども、こちら後ろから見た時の迫力がすごいですね。で、こちらタイヤが大きくなっている分、バンパーも張り出していて3ナンバーになっているというスタイルとなってます。はい、ということでスタイルを見てきましたが、バンパーと下回りの部分にですね、黒いカーボン調のパーツがついているという感じなんですけども、かなり印象がノーマルより変わりまして、速そうな見た目となっております。で実際速いんですけども、じゃあエンジン見ていきましょう。はい、こちらエンジンですね。エンジンは 1.4 リッターターボの K14C 型エンジンとなってます。ブースタージェットエンジンって書いてますね、こちら。なので確かにですね、ブースターがついたジェットみたいな感じで、どっからでもトルクが出てくるので、そこら辺は走行編で述べておりますが、これだと速く走れるわなという感じの納得のエンジンとなっております。でこちらですね、N チャージとかその辺りはついてないということで、結構シンプルなエンジンとなってますね。でトランスミッションはここにですね、あります6速マニュアルトランスミッションがついております。でボンネットにはですね、インシュレーターがしっかりと貼られておりまして、エンジンの騒音というのをおそらく打ち消してくれるだろうという期待が持てます。はい。で、ボディの下ですね。こちらはカバーが前面に付けられております。で、こちらなんですけども、最近多い不織布ではなくて、これはプラスチックかな？プラスチックのカバーが付いております。なんでこれでもかなり静粛性だったり、空気抵抗には考慮されている効果があるのではないでしょうか。こちらですね、車体の下にはカバーが付いてまして、結構この辺りはロードノイズや空力の方の貢献をしそうな感じですね。
フロントサスペンションはスタビライザー付きのストラットとなっております。リアサスペンションはトーションビームとなっておりまして、前後ともにサスペンション形式自体はスタンダードなものとなっております。そしてマフラーの形はノーマルと比べるとなかなかごついものとなっていますね。はい、タイヤですね。タイヤはこちらアドバンのフレバ履いてますね。横幅のフレバを履いておりますということで、スポーツグレードですねというところですね。で、サイズは195の45の17インチということで、薄くて幅の広いタイヤを履いております。で、乗り心地がどうなのかなと思ったんですけども、こちらもですね、結構乗り心地は良くて、なかなか良かったですね。こちらですね、ホイールは専用デザインのホイールとなってます。スポーツ専用の17インチホイールとなっております。で、リアもディスクブレーキがついておりますね。はい、ではですね、じゃあスイフトスポーツのシート見ていきたいと思います。シートはですね、サイドサポート、太もも部分のサポートと腰の部分のサポートは硬くて非常に良いですね。で、シートバッグも結構硬めでいい感じです。ただ若干シートがやばいかなーっていうところがありますね。ちょっとこの柔らかさだと腰痛が、長距離に乗ると腰痛が出そうな感じがしますね。で、シートは今一番下ですね。で、これを上げますとこんな感じですね。一番上まで上げてもヘッドクリアランスはあるので十分調整範囲内です。この時だとですね、右のボンネットの端っこがきちんと見えますね。一番下にすると多分ノーマルよりも若干シート位置下がってるのかなと思うんですけど、なんでちょっとベルトラインが高く感じますね。なんでやや包まれ感がありますが、ただですね、視界はそんなに悪くないです。なかなか見切りもいいので不安っていうのは特にないですね。はい。で、続いてステアリング見ていきましょう。ステアリングはチルト、チルト、テレスコ両方ついておりますので、シートの高さに合わせたり自分の座高に合わせて好きに調整ができますね。なんでテレスコあるとだいぶポジションにゆとりが持てるという感じでございます。はい、ペダル配置ですね。ペダル配置なんですけども、ほぼまっすぐ足伸ばしたところにアクセルとクラッチがありますということで操作しやすいですね。若干ブレーキがアクセルに寄ってるかなというところはあるんですけども、これはこれで同時に操作したい人もいると思うのでいいんじゃないでしょうか。で、あとはですね、フットレストもちゃんと左端ついてますので、この辺はしっかり考えて作られてるなというふうに思います。で、ステアリングなんですけども、上が全体革巻き、下が裏だけ革巻き、表のところがプラスチックになっているのでちょっと指紋が目立って困るなというところあるんですけど、私としては全面革巻きの方が良かったかなと思います。結構高速とかでボケーって走るときここに手を置いたりするので、あとはこっちにオーディオ系のスイッチとこっちにクルーズコントロールのスイッチがついております。エンジンはクラッチとブレーキを踏みながらスタートです。でやるとこちらメーターが出てきますね。でメーターはタコメーターとスピードメーター、スピードは260キロまでついております。で真ん中には液晶メーターがあって各種の切り替えができます。でこちらでもメーター内のスイッチで操作ができます。こちらはトリップの切り替えですね。でこちらですね、6速のマニュアルトランスミッションとなっております。なので1、2、
3、4、5、6で、バッグに入れるときはここのシルバーのカラーシルバーのスイッチを上に上げてやるとバッグに入ります。なんでシフトは合皮になってて、触った感じがすごくいいですね。でこちらも赤ステッチ付きのカードブーツがついてて非常にいいですね。でシフトする感触もコクコク入るのでいいですね。でクラッチもですね結構軽いので軽自動車ぐらいかな、なんで全然負担にならずに操作ができます。はい、ではリアシートに座りました。でこれ今私がポジションを取った時がこのフロントシートの位置となっております。でこのように腰掛けますが、ちょっとシートバッグは短めではありますが、座り心地はおそらくこれは縫製の方はスイフトスポーツ用に赤のステッチを入れたものになってますけど、作り自体はノーマルと変わらないかなというふうに思います。なので掛け心地もよく座り心地もよく必要十分シートではないかと思います。でこちらですね、真ん中にもちゃんとヘッドレストがついてまして、シートベルトもシートから生えてる形、天井ではなくシートから生えてる形ということで、この辺世界戦略者というところを感じさせますね。真ん中座りますとやっぱりこのシートから出るタイプのシートベルトはいいですね。で真ん中はですねセンタートンネルが思ったよりでかいので足を開いて座る形になるのでちょっと辛いかなっていうところですね。なんというか緊急用の席かなという感じです。であとですねこちら測っていきますか、いつもの。でシートの長さ48センチですね。座面の長さ48センチで、シートの高さは36ぐらいですね。36ぐらいとなってます。で足元スペースは26かな、26となってまして、頭のところもそんなに若干これが来るか、天井がすぼまってきているので若干圧迫感はありますが、普通に座る分には座高90センチの私でもそんなに圧迫感はないかなと思います。なかなか座れる席なのかなと思います。ダッシュボードの構成については基本的にノーマルのスイフトとほぼ同じものとなっております。パネルは全てハードプラなんですけれども、半艶消しといった感じの光沢が非常に良い感じの質感となっております。違いとしましては、可色パネルがノーマルだとシルバーなんですけれども、こちらのスポーツだと赤と黒のドット絵風の模様が入ったパネルとなります。エアコンはフルオートですね。3つの丸が並んでおります。右が温度、左が風量。で、真ん中は特に機能はないんですけども、つい、触ってしまいがちになっちゃいますね。で、周りには内外機切り替えなどのボタンがついております。こちらのエアコン下のトレイには、USB が1個、タイプ A が1個と、アクセサリーソケットが1個と、スマホが横置きできそうなトレイですね。っていうのと、ドリンクホルダーが2個。ついております。で周りにはこの可色ポルカドットというのか何というのか、赤と黒の可色がついておりますね。サイドブレーキの右側には運転席のシートヒーターがついております。助手席分の穴もあるのでおそらく4駆だと両方つくのかなと思います。で助手席の前にはこちらグローブボックスがついております。収納量的には普通かなという感じですかね。説明書を入れたら満タンですかねというところです。でドアトリムです。こちらなんですけれども、肘が当たる部分にはファブリックが貼られております。でこちらも赤と黒の可色がついてますね。でユーティリティとしてはここにスマホが縦置きできるポケットが1個とドリンクホルダーと書類入れがついておりますね。なんで必要十分な全席のユーティリティとなっております。で、リアシートですね。ユーティリティとしましてはここにドリンクホルダーが1個ついております。助手席の裏にはシートバックポケットがついておりますので、なんやかんやいろいろ
入れることができますね。で、続いてはドアですね。ドアは全面ハードプラとなっておりますね。で、ここにですね、スマホが縦置きできそうなポケットと、ここにドリンクホルダー、斜めに入りますが、ドリンクホルダーがしっかりついておりますので、乗員分のドリンクホルダー5個ちゃんとついているということとなっておりますね。はい、では荷室見ていきましょう。ここを押すと開きます。で、荷室はですね、結構深いですね。ここなんていうの、リアのサイドシールじゃサイドシールじゃない、なんかこのテールの部分ですね、合成加工のためだと思いますけど、ここがすごく高いですね。で、ここが23センチ23センチ高さがあります。ちょっとカゴとか入れるときはよっこらせという感じとなりますね。で、買い物カゴは、縦に余裕で入りますので、3つは置けそうかなというスペースですね。で、こちら結構四角いスペースになってます。なんか前ノーマルの紹介した時も同じこと言った気がしますが、なのでここですね、横幅は1メートル、直帰視あります。で、この左のサスペンションの後ろ部分もちょっとへっこんでるので、ここ何か置けそうですね。で、あとは奥行きが66センチとなっております。高さは、荷室の高さは、だいたい87センチぐらいですね。なので、このサイズとしては十分以上の広さがあるのではないでしょうか。リアシートも確保して、これだけ広いというところはいいと思います。こちら取りまして、リアシートを倒します。6対4分割ですね。よいしょ。で、やりますと、フルフラットにならないですけども、広くなります。この時の荷室の奥行きが113センチですね。こっちの長さが159センチということで、普通のコンパクトサイズぐらいはありますと。で、このトノカバーを戻します。こうして、こちらこうして、引っ掛けて、よし、戻しますと。で、リアシートも、戻しまして、これですね、ここ、取っ手が右左両方あるので締めやすいですね。はい、という形となります。こちら荷室でした。スモール、ロービーム、ハイビーム、フォグランプ、ハザード、スモール、ブレーキ、バックランプ、ハザード、バックフォグ。はい、今スイフトスポーツに乗っておりますね。まず一般道ですが、まずは運転は非常に楽ですね。1.4 リッターのターボエンジンなんでトルクがめちゃくちゃありますね、こちら。なのでこれ5速ぐらい、今6速なんですけども、6速50キロぐらいでエンジン回転数1500回転ぐらいからでも踏んだら普通に加速していくので、すごく運転が楽ですね。かなり適当に運転してもエンストせずに普通に乗れてしまいます。今2速、3速、4速、5速、6速、
普通に走れますね。クラッチもつながる部分が広いというのか、車のトルクがあるからなのか、すごく楽です。1000回転ちょっとエンジンが回ってたらスパッとつながるクラッチになってますね。1.4 リッターターボにこの970キロの軽量ボディは、これはまあ速くて当たり前って感じですね。こういう一般道での乗り心地は、足はすごいしなやかですね。17インチタイヤ履いてるので足が硬いかなと思ったですけど、そんなことはなく、腰があっていい足回りだと思います。タイヤは硬いものにポンって当たって、コツンと当たった衝撃をボヨヨーンってうまいことダンパーがいなしてくれる感じで、ボディも四角い箱感があるので、箱ごと揺れてる感じ、なんか変に歪んだりとかそういう感じはないかなというところです。一般道でしたら60キロ50キロぐらいの間で走ってると非常に滑らかですね。道路の凸凹でボディが上下はしてるんですけども、それが不快ですかというと全然そんなことはなく、路面の凸凹とかうねりはわかるけども体には来ない、なんでしょう、もう嫌な動きとしては来ないかなというところで、やっぱりこれレベルが高いというか、すごいしなやかな足で路面の動きを吸収している感じがあります。あとはですね、前後のボディの動きが一致している感じがありましてですね、なんかこう前だけ沈み込みました後ろだけ跳ねましたっていうのもないのでですね、乗っててやっぱりすごいフラット感があって、安心感、頼もしさ感っていうのがですねすごくあります。静粛性についてなんですけども、高速道路とかこういう道がいいところだと静かだなと思うんですけども、透明の走行車線とかちょっと荒れた路面、ちょっとアスファルトが荒い一般道とかだとかなりガーゴーガーゴー言うので、遮音性は普通かなというとこですね。一般道でのパワーステの感じはですねすごくいいですね。切ると適度に反力があって切り応えがあるというか、油圧ステアリングみたいな反力がありまして、私はこれいいと思います。で、狭い道なんですけど、こちら幅が 1735 ミリありますということで、基本5ナンバーのスイフトなんですけど、フェンダーが張り出しててちょっと大きいとなります。見切り自体はそこまで変わらないので、ちょっと注意すれば普通にすれ違いはできるかなと思いますね。じゃあ高速道路にやってきましたので、70キロ100キロやっていきます。3速だけで引っ張ります。はいはい。速いな。やっぱターボは速いな。でこちらなんですけど、街中で走る分には全然ブーストがかからない。ブースト系見るとブーストかかってないので、エンジン単体のトルクによるものということで、こちら、ターボがなくてもとっても速いというお車となっておりますね。ただいま100キロで走っております。100キロだと結構、エンジンの音がですね、今2700ぐらいか。エンジンの音が入ってきて、で、ロードノイズとか風切り音とかそういうのはなくてですね、エンジン音を楽しめる状態となっております。フラットですね。結構道路はうねってるとは思うんですよね。前後左右にうねってると思うんですけど、すごい水平を維持したような感じで走れるので、まだまだこの車の巡航速度もまだまだ上なんだろうなっていう感じですね。なのでスポーツグレードなんですけど、すごい
高速道路は安楽に走れますね。で、あとオートクルーズもついてるし、オートライトもついてるしっていうことで、至れり尽くせりでかつスポーティーという人気があるのも分かりますという車になってますね。で、今ですね、クルーズコントロールで走ってますね。で、加減速はですね、全然問題なくスムーズに走ってくれます。こちらのクルコンの最高設定速度は130キロと、新東名の巡航では問題ないナイスな速度設定となっております。はい、ではそろそろ120キロ巡航区間となってまいりました。じゃあちょっと行きましょうかね。はい、ただいま120キロですね。速度はですね、あっという間に出ますというか、全然余裕ですね。速度出すのは余裕です。で、ロードノイズ、風切り音もそんなにありませんねと。100キロぐらいと同じ感触のロードノイズですねというところですが、ただこの速度になってくる、120キロになってくると、それまで落ち着いてた足がちょっとドタバタするかなっていう感じがありますね。段差越えた時に結構ドタンバタンするようになったなという感触です。そうです。直進安定性は100キロの時よりもしっかり腰が座って走るというか、そんな感じなんですけど、やっぱ段差ですね。段差のショックが目立つようになってきたかなというところがあります。ただそのピッチングとかそのあたり、前後にふわふわしますとか左右にグラグラしますっていうのは段差に乗らない限りはなくて、そのフラット感はしばらくある。ボディの水平感は相変わらずあるというところなんですけども、ただ一回道路の継ぎ目の段差に乗ってしまうと結構ドスンってくる動きが起きるようになったかなと思います。ただこの速度でもアクセル踏んだら自由自在にスピードコントロールできるのはすごいですね。これ高速道路のまとめですね。なんというか、力こそパワーという感じのトルクの塊ですね。こちら6速に入れてしまえば、あとは90キロから120キロまで自由自在にスピードコントロールできるので非常に走りやすいですね。120キロの時にちょっとドタバタってする時がありますけども、それ以外はクルーズはすごい楽かなと思います。このトンネルの中だと直進安定性は全然問題ないかなと思いました。ただなんでしょうね、ヨーロッパ車ほど落ち着いている感じはない。ゴルフみたいにべったり地面に座ったような直進性ではなくて、これ直線でも若干修正打を当てながら走ってる感じとなってますが、直進安定性は5代目スイフトの方が高速乗った時のベターっとしたまっすぐ走る感っていうのはあるかなと思いました。はい、ではいつもの山坂道を上りにやってまいりました。とりあえずこれはすごいパワーがあるな。今2速ですけど、違う3速か、3速ですけど坂道なんて関係ねえっていうぐらいにトルクがドカドカ出てきて登ってくれますね。で今はですね、アクセル2割ぐらいしか踏んでないですけど、これでちょっともうやばいかなっていうぐらいのトルクが出ております。でカーブもすごくスムーズに曲がりますね。なんで
高速とか一般道でもフラット感の話をしてましたけど、やっぱりこれフラットですね。カーブで全然ロールしない。スノスイフトもロールしなかったですけど、おっとっと危ない。ただちょっとすいません、今滑っちゃったな、怖っ。なんで上りはですね、バイクかな、昔乗ってた NSR250R みたいな、ツーストみたいな、軽くてトルクのあるバイクみたいなパワーの出方をしますね。ちょっとこの車は世界が違うな。はい、ということで下りですね。これ映ってんのかな、この暗さで。まあいいや。下りでございます。ブレーキがすごくかっちり効いていいですね。曲がるのもですね、無理なく曲がるというか、スムーズに曲がりますね。こんな感じで水平で横移動するような感じ。で、切り返しも軽いですね。ボディが970キロしかないから非常に軽く切り返しができますね。でステアリングも戻るときにこの戻り方の反力が気持ちいいですね。強く戻ってくるので、何でしょう、このぐいっと戻ってきてくれるのでなかなかいいですね。なんで、こっちがここのタイミングでこれぐらい戻ってきてほしいなっていうのに応えてくれる感じで戻ってくるのでコントロールしやすいですね。なんでこれは速いですね。速いな。もう速いしか言ってないけど速いな。ただ、さっきちょっとラフに踏んで滑っちゃいましたけど、ターボなんですごいドカンってパワーが出てくる回転数の領域があるので、そこがちょっと気をつけないと刺さっちゃいますね、これ。はい、今日のまとめですね。まとめなんですけども、いや、すごいねっていうところですね。すごいですね。この車が乗り出し300万円ぐらいで買えてしまうっていうのがすごいですね。いやー、早い。本当に早い。しかも早い上に、これでちゃんと5人乗れますと。5人乗れて荷物も積めますと。で、クルーズコントロールとかオートエアコンとか快適装備は全部ついてますよと。人気が出るのも分かりますねというところです。で一般道でも乗り心地はいいですよと。山坂道以外でも乗り心地は良くて山坂道も面白いということで、これは完全無欠ではないですけども、すごくいいですね。でですね、こちらの車ですね、出来は5点、性能とコストを考えるともう5点でしょ。小気味いい、なんというかすんごく小気味いい車ですね。これは乗っててちょっと怖いですけど、パワーが出すぎて怖いですけど、だから点数は5点ですね。でただ私の欲しい度は3点 60% で、何かというとスタイルとかはあんましかっこいいんですけど、金銭に響くものはないなとっていうのと、この車もいいんですけど、やっぱり私としては NA で乗りたいですねっていうところですね。なんでこの方のスイフト買うんだったら NA のマニュアルモデルかなというところありますね。なんでパワーはありますけど、ターボのパワーの出方が、トルクの出方がすごい激しいので、もうおっさんなんでビビっちゃいますね。とにかく速い、このスタイルが気に入ってとにかく速い車が欲しいっていう人にはとってもマッチするかと思います。ただこういう車を作るスズキはすごいなというふうに思いますね。いや乗りやすいし速いし、いや本当にこれはすごい
なくなるのは惜しいですね。まあいい車ですよ。ということでですね、今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。では次の車の動画かガジェットの動画でまたお会いしましょう。ではさようなら。